ここからはですねデンドロビウムの展示コーナーです。ほとんど山本デンドロビウムさんの作品じゃないかと思います。このコーナーはですね、はい、いろんな色があります。よく咲かせますよね、こんな感じでこの時期に。はい、でこれがですね私が作っているスノーフェスティバルというですねデンドロビウムの仲間でスノーフェスティバル、うちも今何輪かつぼみが出ております。はい、これもですね、3年前ぐらいかなちょっと苗を導入して今育てているところですね。でもある程度株ができないと花がついてくれないですね。これはスノーフェスティバル、はい、ちょっとたくさん取っていますね。はい、よくスノーフェスティバルいっぱい取ってますね。これちょっと切り抜いて、ラベルにしたいなと思っているところです。はい、これもデンドロビウムだったと思うんですよね。すごく変わった形の花が咲いておりました。こんな感じで奥までずっと展示されているんですよね。はい、本当に1日がかりで見てもちょっと足りないぐらいのスペースで花が飾っていました。はい、はい、ここも綺麗な花が咲いています。リカステかな、はい、咲いています。これはデンドロビウムかな。はい、今回ですねこうやってたくさん映像を撮っていたらですね携帯がちょっと容量オーバーになってしまってだいぶ消しながらやったっていうところで、はい、これが今流行るタケノコランっていうやつですね。ですね映像は永久に残ってくれるんで、たくさん映像だけは撮っておこうかなと思って撮っておりました。綺麗ですよね、こんな株立ち。はい、作るの大変ですね。何年もかけて作ったんでしょうね。はい、株分けもたくさんできそう。これも綺麗な変わった花が咲いていましたね。皆さんこの時期に咲かせるのはむちゃ頑張ったんでしょうね。こういう感じです。見どころいっぱいです。これも流行りのタケノコランっていうやつですよね。ここからはですね、日本のランコーナーですね、石黒系を飾っているコーナーでした。はい、やはり、日本の石黒やはりこれを外すことはできないですよね。世界ラン展ですからね。はい、不入り品種とかですねもう高さのがいっぱいありましたですね。こんな感じ。うちも今石黒をちょっと100鉢ぐらい100鉢じゃない200鉢ぐらい作っておりまして、うまく育てて株立ちを作っていこうかなというところで今頑張っております。やはりデンドロビウムになるのは石黒もちゃんと作っておかないといけないかなと思って、株立ちを作るところで今頑張っています。ポンポンと出てくるんですけどデンドロビウムですね。はい、いろんな色がありますんで、でもここまで咲かせるのは結構難しいですよね。はい、きれいに咲かせてますね。デンドロビウム、はい、こんな色があるんですよ皆さん。ぜひいろんな色を集めてください。はい、はい、これもデンドロビウムかな。ここまで咲かせるの難しいでしょうね。はい、これもスノーフェスティバルですね。私が今作ってるやつ。はい、こんな感じで、はい、デンドロビウムコーナーがありますんで、はい、ぜひいろんな種類集めて楽しめるんで、これはでも寒さにちょっと弱いやつっていうか、5度以上温度があった方がいいやつの種類なんで、ガーデンデンドロビウムとはちょっと違って大輪系の普通のデンドロビウムっていうやつですね。ここからシンビジウムコーナーですね。シンビジウムもいろんなのがありました。もうここまでたくさん咲かせるの難しいでしょう。はい、今シンビジウム農家がどんどん少なくなっておりましてですね、
これから小さいのとかテーブルシンビジウム、そういうのもこれがテーブルシンビジウムになるんじゃないかな。小さい系を作ろうとしておられる方もおりますね。今シンビジウムの丘は金魚片っていうミツバチ卵っていうか、ミツバチが寄ってくる卵をたくさん作っておられる方がいますね。昔シンビジウムの丘の方はほとんどミツバチ卵、金魚片を作っておられる方が結構多いですよね。でも今もう金魚片ブームでもう注文分しか作れないとかいう方もおられましたですね。はい、いろんなのがあります。はい、もう黄色でこれだけ長くたくさんここにも咲かせるのは難しいかなと思います。はい、でこれがですねよく目立っていましたですね。バンダですね。株立ちで結構たくさん花を咲かしていますね。これが日本の春蘭。これがバンダですね。バンダの大株。はい、これもカトレアの大輪系トルフィー賞ですね。これもオンシジウムかな。これだけこっちへ向かせ咲かせるのはめっちゃ難しいと思うんですよね。これはコチョウランですよね。コチョウラン黄色系ともうこれだけ株を咲かせるのは大変だな。これもトロフィー賞。これが野草の部分になるのかな。すごくきれいに咲いています。これがパフィオですね。去年一昨年に取った大賞がこの系統の花でしたですね。パフィオの大輪のきれいです。この映像はですねエントランスからちょっと入ったところで天井に吊るされたデンドロビウムたちでしたね。これはエントランスの方でちょっと空いた時に撮ったやつです。もう人がいなかったんである程度余裕で撮れたところですね。こちらが結構多かったですよね。エントランスホールもう夕方になって余裕があったんで撮れました。もう全体見回して撮れるような、スペースがあったんで、撮れたところですね。こういう感じ。これが入ってすぐのエントランスホールですね。はい、こういう感じでたくさん壁に飾られていましたですね。はい、こういうところでした。はい、これがエントランスの全体の映像ですね。総評ということで、今回、2月の5日初日ですね、何時だったか11時半オープンのやつに行ったんですけれども、あと6日の日ですね、6日の日5日6日で、世界ラン展を見に行きました。東京ドームの隣のプリズムホールというところであります。昔は東京ドームでやっていたんですけれども、ちょっとコロナの時から規模をちょっと縮小したという形で、隣のプリズムホールのイベント会場でやることになってみたいですよね。でも昔みたいに今ある程度人が増えてきたということみたいですね。昔はもう東京ドームでもう満杯になってたみたいですけどね。やっとコロナを回復して人も増えてきたという感じでした。はい、でもですね人増えてきて私も今回40分ぐらい入場するまでに並んだんですけれども、はい、昼から行った方が結構入りやすいと思います。はい、で夕方は結構空いていましたんで、土日はちょっとわからないですね。大きいかもしれませんから。で5時からはですねちょっと割安な入場チケットがあるみたいですから、その辺もいいかもしれません。明るさ的には昼も夜もあんま変わらないと思うんで、照明で大体、照らしていますので夕方から行ってもいいのかなと思いますね。はい、で今回はですね、全般的にラン展の全般的に見ることができたんで、ある程度最初は、人が多くて苦労したんですけども、夕方になって空いてですね、ある程度空いたところでいろんなのが見れたんでいいのかなと思います。
売店コーナーでもですね、結構探していたものがあったんで、はい、結構買いました。でこれからですね一応板付けとか流木付けを作るためにちょっと商品を探していたんですけど、ちょうどいいぐらいのやつがあって、小さい目の苗があってですね、それを使ってですね、1年後2年後にきれいな流木付けとか板付けになるかなというのを見つけてきました。それとですね、ジェンキンシーの大株があったんで、これを探していたんですよね。はい、そういうのも見つけたんで、こういうやつですね。はい、ジェンキンシーの親株、もう裏まで回っているんで、はい、これは親株になるんで、一応今年ですね、たくさんうちもタイから苗みたいなのを導入したんで、それの見本に使おうかなと思っています。これは非売品になります。見本品になるんで販売はちょっとできません。でもこれぐらいになるということをお見せしたいということで、親株としてちょっと高かったけど買ってきました。はい、ジェンキンシー、これぐらいバルブができていればですね、結構いっぱい咲いてくれるんじゃないかと思います。これ作るのに何年ぐらいかかりましたって聞いたら、5年はかかってるよっていうことを言われたんで、はい、ちょっと高かったけど奮発して買ってきました。はい、ジェンキンシーですね。こういうのも掘り出し品を見つけてきましたので、これは良かったかなと思います。でうちが去年導入した苗がこれぐらいですから、これがですね5年ぐらいするとこんな感じで大きくしたいなと思っています。でもこれがいい見本になって、これも売れてくれるといいかなと思っています。はい、これもですね今流木漬けとか、作っておりますんで、はい、いいかなと思っています。はい、頑張って結構面白い作品を作っていきたいかなと思っています。はい、そういうところで今回目的としていたのはですね、新しい品種を見つけることと、本当に苗木があれば買っていきたいなと思っていた目的がちょっと果たせたんじゃないかなと思います。はい、もういっぱい店にあるのにどうするのって言われそうですけど、はい、すいません。はい、これはですね本当にもう 1,2 年かけていいのができそうなんで、衝動買いをしてしまったというところですね。はい、朝日さんすいません、今回も買いましたはい、それとですね、ちょっと面白いというか、探していた品種ウェンツェンっていうのもありましてですね、ウェンツェン、はい、ウェンツェン、去年夏に北海道帰りに、何鉢か買ったんですけど、それと同じような苗があったんで、今回これも衝動買いしてしまいました。はい、ウェンツェンですね。で今年は花が咲いてくれそうなんで、これを板漬けとか流木漬けにしていきたいなと思っているところですね。これも衝動買いしてしまって、5、60鉢買ってしまったんではい、でももうこれのもう親木がありませんと。これは親木から株分けして、作ったんで、もうこれは今ある分しかないんで大事に育ててくださいっていうようなことを言われました。はい、ですからもうある時に買ってこないともうないんですよね。ですから今回は無理してちょっとたくさん買ったというところなんですけど、これをですね、育てながら株分けしながらいい作品を作っていきたいと思っております。そういう面では今回ですね行って良かったかなと思います。やはり、いろんなものを見れるし、いいものを見れるし、いい刺激になったんじゃないかなと思います。料品もですね、2ヶ月前に頼んだら普通の料金の半分ぐらいでいけるんで、早めに計画すればですね、そんなむちゃくちゃ高くなくてもいけるんでいいのかなと思っております。はい、そういうところです。今回もですね、世界ラン展に行って、収穫があったかなと思っておりますんで、はい、皆さんもですね、余裕があったらまだ12日までやっていますんで、はい、もう少しなんですけど行かれたらいいかなと思います。今回もですねご視聴いただいてありがとうございます。はい、これからですね今回東京ドームで仕入れたやつをですねきれいに育ててまたご紹介していきたいかなと思っております。はい、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。キータンさんまたお会いしたいですね。すいませんがありがとうございました。ありがとうございました。さあ松田さんコメントです。はいはい。ともこさんです。はい。
実は私はギンギアナムだとずっと思っていました、はい、最近キンギアナムだと気がつきました。恥ずかしいです。綺麗なお花ですね、はい、特許のあるお花は勝手に販売してはいけないですね。生産者さんが一生懸命交配し、時間も労力もかかり作ったお花ですからね。はい、はい、そうですね。お花は癒されます。我が家のランたちも、花菊が伸びてきていますということです。はい、いつもありがとうございます。はい、そうですね。特許品はやっぱりこう生産者保護の面では、守っていきたいというところですね。はい、うちも生産者から特許のあれ使ってですね、それをちょっとこう株立ちにしたりして、増殖販売はしないようにしています。はい、大きくして付加価値をつけて販売したいなと思っているところですね。はい、でも一般家庭でですね、自分で見る分は株分けして自分で見る分はいいと思いますので、そこら辺は販売しなければいいかなと思っています。はい、十分楽しんでください。はい、いろんな品種を集めてください。ギンギアナム、私も昔花屋してた時にギンギアナムって言ってました。でも生産者の方からですね、これはキンギアナムですよって私も言われて、そう数年前に私も理解したところでした。ギンギアナム、もうどっちでもいいんじゃないでしょうかね。正式にはキンギアナムみたいです。はい、皆さん本当にいろんな方がギンギアナムって言ってる方が多いです。はい、それはそれで、通用すればいいかなと思いますね。これはいつものザッキーさんです。はい、花木の長い響さんって唯一無二ならんみたいですね。さらにオリジナルの培養土が優れものということなんでしょう。進化止まらないくるから村様のチャンネル動画から目が離せません。ありがとうございました。ありがとうございます。実際やってみないと分からないっていう部分も多いんですけど、結構それでうまくいってるんでいいのかなと思ってるんですね。培養土の方もですね、本当にいろんなことを挑戦しながらやっているところですね。でも失敗もありますよね。いろいろ失敗しながらこうやっているというところなんですけれども、はい、そうですね、基本は皆さんが欲しがるようないいものをちょっと時間をかけて作りたいなというところですね。それを皆さんに紹介していきたいと思います。はい、いいのを作るというのが一応目標なんで、はい、そういうところでは、頑張ってやりたいと思います。またともこさんです。はいはい、これちょっと大事なやつなんで、はい、しっかり答えていただきたいんですけど、こんにちは。デンドロビウム響は昨年の9月から育てています。夏咲きが欲しくて購入しました。今バルブもできています。私は響の育て方を調べてクルカナ村さんを知りました。はい、もう開花しているのですね。早いですね。とっても詳しい育て方の説明助かります。私もバークで栽培しています。ガラガラという言葉は空にするという意味なのだろうなと理解していましたが、合ってるんでしょうか。我が家の響も開花が楽しみです。ありがとうございました。はい、ガラガラって方言なんですかね。カラカラにすることなんですね。だからカラカラっていうのは喉がカラカラ。喉がカラカラというかこう乾いてる状態のことを宮崎ではガラガラって言ってしまいました。そういうところで理解してください。ともこさん、続いてもう一つ。はい、こんばんは。素敵な生産農場ですね。ランたちが所狭しと生き生きとしていますね。石膏はとても強くて私も好きで持っています。ライザン。ライザン赤ですよね。あとマリベニバンリくれない。わかんないですけど。赤系ですよね。それに宮古姫。紀州丸山紅。いっぱい名前ついてるんですよね。ふ入りのものとです。香りがいいのが好きです。この春は石膏を大人買いして残っている2枚の板に着生させたいと考えています。ワクワクします。デンドロビウムの愛ちゃんも強くて好きです。現在開花中です。ということです。はい、そうですね。今回世界ランテに行ってですね、石膏コーナーっていうのが設けてありました。それも2ブース使って、もうむっちゃたくさんありました。それもほとんど名前が入っていましたんで、いろんな種類がありましたですね。もし興味があるんだったら行かれたらですね、本当に石膏コーナーが結構あっても何百鉢も並んでいたんで、それも値段的には600円から800円、1500円とかそういった値段で販売してたんで、もうそれも品種ものがですね、興味のある方はもし近くであれば行かれたらいいかなと思っています。はい、
せっかく、丈夫ですからね、はいいいかなと思います。で宮崎でもですね去年ですが綾町に行って綾の本物センターっていうところがあってですね、そこに去年ガーデンデンドロビウムをつける活動をしたんですけど、そこの木に石膏がいっぱいついていましてですね、環境はいいんでしょうね。石膏おすすめです。はい、で今はですねこの前紹介しましたけど赤系もありますんで、そういうのもですね普及させていこうかなと思っています。はい、板付けとか流木付けでかっこいいやつを作って、都会のベランダで眺められるようなベランダでこう栽培できるようなかっこいいやつを作りたいなと思って、2、3年かけて作っていきたいなと思っているところですね。そうですね、何回もいろいろコメントいただいたんですけど、もしわからないっていうようなことがあればですね、ぜひコメントをいただいたらですね対応できると思いますんで、はい、ぜひください。ありがとうございます。いつもコメントありがとうございます。ありがとうございました。